こんにちは、ほぼ日の相沢です。ほぼ日の水野屋です。今日はこの54種類の修正テープの中からほぼ日手帳と相性のいいテープを見つけていきたいと思います。はい。どんなポイントで修正テープ見ていきますか？はい、今回はテープの引きやすさと幅と色合いと破れにくさの4つの項目でそれぞれほぼ日手帳に合うと思ったものを探していきます。今回せっかく54種類もあるので見た目が可愛いものだったりコンパクトで携帯しやすそうなものなども番外編として紹介していきますね。事前にほぼ日手帳の公式 X とインスタグラムでも修正テープを買うときにどんなポイントを気にしてますかっていうアンケートを取ったんですけど、やっぱり引きやすさ、幅、色合い、破れにくさは必ず項目として答えてる方が多くて、引きやすさが 40% ということで、一番引きやすい修正テープを求めてる方が多かったんですよね。そうなんですね。ここにほぼ日手帳のオリジナルとウィークスを用意してるんですけど、なんでこの2つでを用意してるかっていうと、この2つは紙の色が違うんですよね。そうなんです。オリジナルとウィークスを比べるとウィークスの方が少しクリームがかった色合いなんですね。では早速ほぼ日手帳と相性のいい修正テープを調べていきましょう。はい、じゃあいきます。あ、引きやすい。やっぱエアーは違うんだ。終了です。はい、じゃあ検証が終了しました。お疲れ様です。では54種類試してみまして、一番引きやすかったもの、一番幅がぴったりだなと思ったもの、一番色が合うなと思ったもの、上から文字を書いて破れにくいなと思ったもの、4つを選んだのでこれから発表していきたいと思います。まずはじゃあ幅がぴったりだなと思ったのはどれですか？幅がぴったりだなと思ったのはこの2つです。この2つですね。この4ミリの幅ですね。この54種類あるうちでやっぱり4ミリだとちょっと方眼にはかぶるけど、ぴったりかなっていうサイズ感でしたね。そうですね。続きましてテープの色が一番合うのを選んでみました。それはどれでしょうか？このオリジナルにぴったりだなと思ったのはこの4つです。で、ウィークスにぴったりだなと思ったのはこの4つです。ウィークスはクリームがかってるので、なんかこうぴったりの色を探したいっていうのが最初からあったと思うんですけど、オリジナルも意外と54種類引いてみると白でもいろんな白い色があるんだなと思って。そうなんですよ。なんかマットな感じだったりツヤツヤだったりでやっぱり白の見え方も変わってきて、であと意外とグレーがかったものが多かったりとか、結構メーカーさんによっても色って違うんだなって思いました。あとこの方眼の色がこのページによって違うので、なんかこう目がその色に持ってかれるというか、例えばこの青いページだと青みのある修正テープの方が馴染むのかなとかも2人で話してたんですけど、やっぱ方眼の幅に大体同じだとどのページでもこう馴染むなっていうのがあるので、なんかすごく馴染ませたい、完璧に消したいっていう人はやっぱり方眼の幅と色が合うなっていうものを選ぶのがいいのかなと思いますね。そうですね。じゃあちょっとウィークスも試してみますか。ここだけすごい馴染んでる。馴染んでますね。クリーム色の修正テープも意外と種類があって、3種類かクリーム色があったんですけど、このプラスさんのホワイパーのシリーズクリームテープっていうのが一番色が馴染むほぼ日の手帳のウ
ビークスの色に一番馴染むはい、発見ですね。発見でした。続きましてテープの引きやすさはいですね。テープの引きやすさが一番良かったなっていうのが、実は2人でちょっと意見がはい、違いましてそれぞれのね好みの発表したいと思います。はい、水野屋さんは、はい、私はこのモノエアーが一番引きやすかったです。私はこの国用さんのコレクションテープ、これが一番引きやすいなと思いました。じゃあちょっとそれぞれ見てみましょうか。はい、私はあんまりその力を入れないでさっと弾きたいなって思った時に、もうこのエアーという名前の通りもうスルスルスルとこれは弾けたので、すごい私にはすごく相性がいいなって思いました。私もこのエアーはねすごいスルッと本当に抵抗なく弾けるので、なんか弾いてる感がなく、スルスルっていくのがすごい気持ちいいなって。いや本当に、はい、しかも一つ目だったんですよね、これが。そうそう、一つ目だったの、検証の一つ目で、2人で大感動しましたね。声出ましたね。私が選んだ国用のこのこれはなんかこの中の軸の部分がちょっとこうプラスチックじゃなくって金属っぽい素材がこの引くテープの軸の部分になっていて、なのでこう紙に置いた時にしなる感じがあって、なんか弾く時の抵抗がないかっていうと少しこうちゃんと弾いてる感があって、こう密着してちゃんとスッと弾ける感じが失敗なく一番弾きやすいなって思ったのがこのテープでした。なので私みたいにちょっとこういうテープ関係上手にあんまり弾けないかもっていう方はこれをおすすめしたいなと思います。では最後に、テープの破れにくさ、テープを引いて上から文字を書いた時に削れたりしないかっていう点でも見てみたんですけど、その1位はどれでしょうか。こちらの国用さんのキャンパスです。スルスルスルっとしてるんですよね、表面が。そうなんです。なんかテープもこれだけ試すとこう薄くて結構しっとりしてるタイプというか、で馴染みやすいみたいなタイプのものと、ツヤツヤちょっとツルツルしてて厚みがあるっていうものがあるなって思ったんですけど、これはどちらかというとそのツヤツヤしてるタイプで、でペンがスルスルスルっと走るので、あんまりよっぽどこう力を込めない限りは破れないなっていう素材ですね。そうですね。あとなんかしっかり文字が隠れた上でちゃんとスルスル書けるっていうのがあるので、そこもすごくいいポイントだなと思いました。あとこれはねどうしても使わないとわからないから買って後悔したこと多々ありっていうコメントもいただいてて、そうですよね。コメントくださった方ぜひ私たちが試した中ではこれが一番書きやすかったので、ぜひぜひっていう感じで、ちょっと機能性のところは以上なんですけど、機能面だけじゃなくて見た目でやっぱり修正テープを選ぶ方も多いかなと思うので、ちょっとこれは私たちが個人的に可愛いなって思ったのを選んだのでご紹介したいと思います。可愛いなと思った部門ではこちらの2つですね。まずこちらはどんだけ傾けても45度に戻ってくるんですね。そうなんです。これはもう持ち歩きというよりかはデスクに置いて使う時にこうパッと取れる、このなんか絶妙な角度っていうのが使いやすさでもあり、この見た目の可愛さでもあるかなと思いました。でもう一つがこちらです。これ不思議な、試験管みたいな形してるんですけど、なんとシャボン液とかなんか形にも似てますね。そうですね。こっちは修正テープなんですね。で、
なんとこっちも開いてテープのり、うんうんうん、こっちはテープのりがついているという機能性もありつつ、この見た目もなんていうんですか、これ修正テープとテープのりとは思えない、思えないおもですね。ちゃみたいな感じがちょっとして可愛いですね。可愛い部門はこの2つを私たちは選びました。はい。では最後に見た目で小さくて運びやすいっていうのを選んでみたので、はい、それはどれでしょうか。はい、こちらちっちゃいですね。ちっちゃいですね。あとこれ結構小さいので引きづらいのかなって少し試す時にこうちょっと先入観があったんですけど、意外と引きやすくて、ちゃんと小さいのに機能性もきちんと引きやすさもあるっていうところがすごくいいな。この中になんと修正テープが 4.2 メートル入ってるそうです。すごいですね。はい、4.2 メートルあれば結構使えそうですね。使えますね。はい、というわけでちょっといろんな観点で54種類の修正テープを試して選んでみました。はい、少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。はい、では、はい、今回の検証は以上になります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。